バクストン社の CEO 元カノを取り戻す。その代償？妊娠中の妻が一言も残さずに消えた。1月期目。カルビンは微動だにしなかった。いわゆる真実の愛に夢中で、それどころじゃなかった。2月期目。彼の仲間たちは、アンジェラがいつ這いずって戻ってくるか賭けを始めた。3月期目。パニックが襲った。彼は手配して私を探させた。どこにも。何の手がかりも。その後、アンジェラ・アスターはオーレンブルグでは呪いの言葉のようになった。しかし、誰も見ていなかったことがある。夜になると、彼は彼女を恋しくて、胸が張り裂けそうだった。第一章。オーレンブルグ、カルモリア。バクストン家には、このうぬぼれた伝統があった年末の盛大なパーティーで、外部の人間は招かれざる客という伝統だ。だが、今回は誰かがその不分律を知らなかったようだ。現れたのは、ジャンナ・ペイン。カルビン・バクストンの元カノ。彼のたった一人の真実の愛。彼らは遅れてやってきた。ディナーはすでに佳境に入っていた。カルビンは彼女を抱くようにして歩き、そして彼らが向かった先は私の真正面だった。彼の得意げな顔を見て、私の目は熱くなった。彼は私が今まで愛したたった一人の男だった。結婚して3年。それでも私は、ベルベットのロープの向こう側、彼の心の中に入り込むことはできなかった。立って。そこはお前の席じゃない。恥じらいもためらいもない。ただ、みんなの前でまっすぐに屈辱を与えた。そして、そう、彼の言う通りだった。あの椅子は私のものではなかった。それはバクストン夫人のものだ。法的には、それが私だった。感情的には？私はまるで幽霊と同じだった。彼の大事なジャンナがカルモリアに戻ってきた今、私はただ消え去るべき存在だったのだ。部屋中の視線が一斉にナイフのように私を刺した。私は動けなかった。声も出せなかった。何年もこんなクソみたいなことを飲み込んできたせいで、感覚が麻痺していた。私が立ち上がろうとしたちょうどその時、カルビンは銀行のキャッシュカードを取り出し、ウェイトレスにチップを渡すかのように私の前に落とした。これで十分か？驚きとささやきが短絡した火花のようにテーブルを駆け巡った。3年経って、これが彼が私のプライドに値札を貼り付けようとした最初ですらなかった。無情な取引の CEO、それがカルビン・バクストンという男だ。私が反応しないと、彼はまるでシステムに障害が起きたかのように瞬きをした。結婚して3年だ。今さら値上げするつもりか？ドン。たった一言で、プライドは粉々に砕かれた。私はうつむき、何か言おうとしたその時、ジャンナが先手を打った。カルビン、家族の集まりよ。波風を立てないでと、彼女は甘ったるく言った。それから、慈善事業でもするかのように、彼女はブレスレットを私の手に滑り込ませた。彼が私の誕生日にくれたのよ。中古だけど気に入るかもね。私は無理に笑顔を作り、返そうとしたが、彼女は私の手をぎゅっとつかみ、とどめを刺した。彼女は私の指輪を指さして、くすくす笑った。あの指輪？カルビンがあれも私にくれたのよ。あれは醜いから捨ててって言ったのに。まさか誰かが実際につけるなんて思わなかったわ。第二の人生をあげてるのね。沈黙。重く、息苦しい沈黙。顔を上げなくても視線を感じ取れた。ゴシップ。哀れみ。嘲笑。誰の哀れみもいらない。爪が手のひらに食い込みながら、私は指輪を引き抜き、テーブルの上に置いた。振り返って去ろうとした。
カルビンの声が私を止めた。待て。カードを忘れるな。そして、その瞬間、私は聞こえた私の心が砕ける音を。わかった。カルビン、言い忘れてた私、妊娠してる。そしてこの子は？あなたのような男のことは、絶対に知らないから。第2章。家に戻り、クローゼットのセーターの山の後ろに妊娠検査の結果を押し込んだ。カルビンを驚かせようと計画していたんだ。ああ、計画達成だ。彼に先を越された。完璧だ。最悪の結末で、ようやく我々は足並みを揃えた。お互いに失望、チェック。クローゼットを閉めたばかりの時、外科医で玄関のドアがきしむ音がした。先に聞こえたのはジャンナの声、そして彼女のヒールのカチカチという音。彼女はカルビンの腕に、まるで所有者であるかのようにしがみついていた。正直？彼女は私がこれまでだった以上に、この家の女主人のように見えた。カルビンが私を見つけ、眉を上げた。ジャンナはカルモリアに泊まる場所がない。数日、ここに滞在する。はい。なぜ、彼の持つすべての豪邸やペントハウスの中で、これが唯一の選択肢なのか、尋ねる気も起きなかった。尋ねても、惨めに見えるだけだろう。声を低く保った。私、出た方がいい？面倒を省けるでしょ？彼は顔をしかめ、その見え方を明らかに気に入らなかった。必要ない。ただ、マスターベッドルームを明け渡してくれ。はい。喧嘩もドラマもない。私はただ振り返って荷造りを始めた。ゲストルームでいい。廊下ですれ違うとき、ジャンナは声を張り上げた。カルビン、あなた知ってるでしょ、止血癖症なの。家政婦さんに部屋を消毒してもらって汚れた空間は我慢できないから。私の足が歩みの途中で止まった。私はカルビンを見た。彼が彼女の真意を見逃すわけがない。もちろん、彼は気づいていた。ただ、気にかけていなかっただけ。今夜は遅すぎる。ホテルに連れて行く。掃除が終わった明日、戻ってこい。ジャンナ・ハクスクス笑い、彼の腕に飛び込み、彼の肩越しに私へ得意げな一瞥を投げた。わかった。でもあなたも一緒にいてね。一人だと怖いから。カルビンは瞬きさえせず。彼女を連れて階下へ行き、ドアから出て行った。そしてそこには半分だけジップが閉まったスーツケースと、後悔でいっぱいの胃を抱えて、一人きりの私がいた。なんて冗談だ。私は下を見た。結婚指輪の跡が未だに指に残っていた。自分に嘘をついた3年。自分が大切だと思い込んだ3年。夜11時、弁護士との離婚協議書を最終決定した。窓の外でついに雨が降り始めた。ジャンナの SNS に新しい投稿が光った。彼女とカルビン、ホテルのベッドで寄り添っている。彼女はめかし込んで、まるで宝くじに当たったかのように笑っていた。キャプション、寄り添って、心臓は一つになって鼓動する。そう。私もあんな風に抱きしめられたことがあった。半年前。母の葬式の直後。3年前、私はカルビンと結婚した母の医療費を賄うためだけの金のために。彼が私を愛していないことは分かっていた。それでも、持っていた尊厳の最後の一片までも売り渡した。どうでもよかった。その金は母を救えなかった。あの夜、オーレンブルグを雨が叩く中、私は暗闇に座り、彼女の古い服を抱きしめ、声を殺して泣いた。カルビンが入ってきた。一言も言わず。彼はただ私をベッドに引き寄せ、抱きしめた。一晩中。私の母がこの世を去り、私に全く誰もいなくなったとき。
彼は私にたった一つの慰めの瞬間を与えてくれた。そして一瞬、私はまた家を得たと信じた。本当に私は掴み取ったと思った。あと少しだったのに。喉の詰まりを飲み込み、私は彼女の投稿にいいねを押した。電話を置き、目を閉じた。忘れようとした。10分後、私の画面にピン止めされたメッセージが光った。まだ起きてる？第3章。メッセージの音を聞いて、私は体を起こした。続けてメッセージがもちろん、カルビンから。ジャンナの投稿を見た。深く考えすぎるな。彼女とは少しだけ一緒にいただけだ。それから電子マネーの振り込み。彼のお箱、平和と沈黙と私を買い取る。母が亡くなって以来、彼が強く進めない限り、彼の金は受け取らないようにしていた。普通なら私が折れるまでに2、3回はつっつかれる。でも今回は？私は瞬きもせずにそれを受け取った。ありがとうございます、バクストン様。電話がすぐに鳴った。彼は動揺しているように聞こえた。なんで今回はこんなに早く受け取った？私が答える前に、ジャンナの甘ったるい声が笑い声とともに割り込んできた。アスターさん、まだ起きてるなら、ホテルまでサフラン入りのミルクスープを持ってきてもらえないかしら？彼女は続けた。カルビンがあなたがとっても上手だって言うの。私に食べさせてくれてもいいでしょ？私はきっぱりと断ろうとしたその時、画面に別の振り込みが光った。カルビンからだ。尾行、ご苦労様。いいね。普通、メイドにポンと渡すようなチップだ。どうやら私は正式に格下げされたようだ。バクストン夫人は、今や使用人役を演じる。私は乾いた笑いを漏らし、電話を切り、その金を受け取った。離婚はとにかくやってくる。称号がまだあるうちに稼いでおくのも悪くない。スープを持ってホテルに着いたとき、午前2時だった。スイートのドアは開け放たれていた。まるで私を待っていたかのように。私は豪華なカーペットの上に足を踏み入れ、そこにはあったジャンナの声が漂ってくる。カルビン、アスターさんのお母さんが亡くなったとき、あなたが彼女を一晩中ベッドで抱きしめたって聞いたんだけど、本当？彼女のこと好きになったの？私は凍りついた。ほとんど息をしていない。私はもう去る決心をしていた。それでも私の心臓は大音量で鼓動を打っていた。あの夜が押し寄せてきた嵐と沈黙と私が愛を見つけたと信じさせられたあのやり方。カルビン、あなた覚えてる？中では彼は窓際にいて外の雨を見つめていた。その中に溶け込んでいるようだった。あの夜、ちょうど半年前と同じように。ジャンナが彼を小突き、むずかってせかすように。カルビン、まだ答えてないよ。彼は瞬きし、我に返った。彼の声は落ち着いていたが、平手打ちのように響いた。いやただ、彼女を哀れに思っただけだ。野良猫か野良犬に対するように。それだけだ。ガチャン。容器が手から滑り落ちた。スープがあたり一面に。すべての目が向けられた。カルビンが最初に出てきて、私を見て固まった。お前いつ来た？私は答えなかった。ただ、しゃがみ込んで掃除を始めた。カルビンは眉を潜め、私の隣にしゃがみ込んだ。手を差し伸べて手伝おうとした。私は考えずにたじろぎ、身を引いた。彼の手は空中で止まり、何もなかったように下がった。だがジャンナは見ていた。もちろん彼女は。彼女の目は、些細な闇のひらめきで輝いた。彼女はデザイナーバッグを取り、札束を引き出し、私の前にぶら下げた。アスターさん、ご苦労様。はい、配達料よ。
その札束はただゆっくり落ちたのではない私のプライドを平手打ちのように打ちつけた。母が病気だった頃、私は彼女を生かすためだけに、あらゆるプライドを飲み込んだ。今、彼女はもういない？屈辱は全く同じままだった。私は苦い微笑みを浮かべた。ありがとう。金を受け取り、去ろうとした。カルビンが私の手首を掴んだ。声は鋭い。お前、全然怒ってないのか？私の目が一瞬動いた。怒る？何に？あるいはもっと良い質問か、私に怒る権利なんてあるの？彼にとって私はただの哀れに思われた野良犬だった。プロジェクト。哀れみの対象。彼が気前がいいとき、彼は私を飼った。彼がそうでないとき、私は使い捨てだった。行かなくちゃ。遅いから。自分の立場をわきまえていても、それは私に優しさを買ってはくれなかった。カルビンがドアを塞ぎ、目に影を宿して。お前、前はこんなじゃなかった。あなたも人が私をいじめるのをただ傍観してなかった。2年前、彼のいとこの一人が人前で私のことを安っぽいクズ呼ばわりした。カルビンは彼を会社から追い出した。二度と私の顔を見せないよう禁じた。1年前、取引先のパーティーで誰かが私をプールに突き落とした。カルビンはその男の後を飛び込んだ警備員が引き離すまで水中に押さえつけた。彼は私を愛したことはなかった。でもあの頃は少なくとも彼は私を守ってくれた。彼も覚えていた。彼の手がもごもごと横で握りしめられた。俺。だが、私はテープを巻き戻すのはもう終わりにした。私は二人に礼儀正しい微笑みを向け歩き去った。第4章。ちょうど敷居をまたごうとしたとき、カルビンの声が私を冷たく引き止めた。お前、病院に行ったことは知ってる。知ってるの？と私は聞いた。彼は低くうんとうなずき、ためらった。誰かがお前を見かけたそうだ。大丈夫か？私は不意をつかれて固まった。彼は続ける。お前の母親の主治医はまだカルモリアにいる。必要なら呼べる。ああ。そういうことか。彼は私が病気だと思っていたんだ。彼には見当もつかなかった私は妊娠しているなんて。私のまつげが震えたが、不思議なことに？私は冷静だった。今更？と。哀れみ第2弾。ただ今回は、私は野良犬なんかじゃない。家族の犬だ病気で、急に飼い主が私の存在を思い出す。私は彼に苦い笑みを向け、それからジャンナを横目で見た。彼女の作り笑いは、かろうじて保たれていた。ただ、健康診断によっただけと私は言った。それから、カルビンが医者気取りの探偵ごっこを始める前に、私は立ち去った。翌朝、私は出立の準備をした。外に出ると、鈍掃除中の家政婦にばったり。彼女は瞬きさえしなかった。まるでカレンダーに印をつけていたかのように。正直？家中で私がどれだけ持つか賭けをしていても驚かない。カルビンは私がただのジャンナにせいだということを一度も隠さなかったから。庭に足を踏み入れた、何も感じまいとしながら。その時、2階のバルコニーから騒音が爆発した。物が飛んできた。次から次へと。私は見上げた。マスターベッドルーム。3年間、私が家と呼んだ部屋。シーツ。水の入ったグラス。枕。私が置いていったすべてのものがゴミのように放り出されている。一つのメッセージ、参加ありがとう、戻ってくるな。そして、大詰めが私たちの結婚式の写真。そこには私がカルビンの隣にこわばって立ち、
もっとよく知らなかったかのように笑っていた。あの女の子？今は全くの他人だ。額縁が地面に落ち、粉々に砕けたガラスがあたり一面に。私は一息つき、その散らかりの真上を歩き、そのまま歩き続けた。昨夜の雨は過ぎ去った。私の雨も。カルビンとジャンナが家に引きずって帰ってきたのは午後の遅くだった。大邸宅は掃除のコマーシャルのようにピカピカで、ジャンナは彼女自身の指示が守られたことに感心し、得意げに小さくうなずいた。カルビン？彼は祝っていなかった。彼は朝ずっとアンジェラに電話しようとしていた。全くつながらない。何百回もリハーサルしたあの長いセリフ？まだ喉に引っかかったまま。ちょうどもう一度電話を手に取ろうとしたとき、家政婦が階下からふわりと現れた。店員さん、彼女は嬉しそうに言った。うち中、ピカピカです。マスターベッドルームも。あの女のものは全部捨てて、きれいに掃除しました。ああ、でもクローゼットにこのファイルが残ってました。開けませんでしたが。彼女はエプロンからフォルダーを取り出して手渡した。カルビンは電話を放り出し、それを掴んだ。ノートが一冊滑り落ちた。妊娠準備のメモ。彼は凍りついた。脳はあの雨の夜に直行した。アンジェラが彼の腕の中で泣き、彼女にはもう誰もいないと囁いた。そして神様、彼は実際に彼女の額にキスして子供を産もう。そうすれば家族ができる。と言ったんだ。彼女は彼を信じた。医者に行った。勉強した。少しずつ彼女は心を開いていった。彼の唇が引きつり、あの馬鹿げた柔らかな微笑みが忍び込んだ。そして彼は最後のページに来た。きちんと折りたたまれていたのは妊娠検査の報告書だった。